皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。こんにちは、世良真希です。まずは私のクレンジング洗顔編を始めていきましょう。落とすケアっていうのが一番大事だと思ってるんです。目元は少しでも早く。スーパー美肌トリオのスキンケア、次は沖本さんにバトンタッチします。続いては私沖本さやかのクレンジング洗顔編です。私が目指す肌は毛穴レスで清潔感と透明感のあるお肌です。そのためにはとにかくお肌を触らないということを心がけています。できる限り自分でお肌を触らない、これが一番のポイントだと思っています。実は私、今はすごく皆さんにお肌を褒めていただくことが多いんですが、30代半ばまでは肌悩みが尽きなくて、20代の頃は謎に突然のアトピーに悩まされたりとか、30代の頃は皮脂の分泌が多くなってしまってニキビが治らなくなってしまったり、そんな悩みを持ち続けていました。その悩んでいた肌荒れが劇的に改善したのは、プラセンタ注射です。週に2回10年ぐらい続けているんですけれども、プラセンタ注射を打ち始めて2ヶ月後に初めてお肌透明感あるよねっていう透明感ということも初めて言ってもらったんです。そして美魔女コンテストにチャレンジしました。ここでファイナリストで選んでいただいて、初めてリストに載った時に透明肌美魔女っていうネーミングをつけていただいたんです。それが本当に嬉しくって、長年の苦労が報われたというか、勲章をいただいたような気持ちでとっても嬉しかったです。ではそんな私のこだわりのクレンジング洗顔編をご紹介していきます。ではアイメイクから落としていきます。私が使っているアイメイクリムーバーはこちらのビオテルマのウォータークレンジング。私は目周りがかぶれやすくって、それでマイルドなものを使いたくって、とてもたくさん試して探したんです。でこのビオテルマは、フランスの皮膚科医さんが開発された、とても肌に刺激の少ないかつ本当によく落ちます。不思議なんですけれども、ウォータープルーフのアイライナーなどもちゃんと落としてくれるので、私はもうこれはかれこれ15年ぐらい使い続けています。今綿棒にウォーターを含ませています。割としっかり含ませます。で、優しく優しくくる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 回しながら落としていきます。これを使っているもう一つの理由が、私まつげエクステ派なんです。で、なぜまつげエクステ派かというと、それも目の周りのクレンジングに負担をかけたくなくて、マスカラを使いたくないんですね。ですので、これはまつエクにも使える。オイルだとまつエクの接着剤が取れてしまうということがあるので、これを使っています。で、私今日ウォータープルーフのアイライナーで描いてたんですけど、これもちゃんと落ちています。はい、こんな感じで、目の下も優しくくる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 回しながら落としていきます。はい、これで片目が落ちました。はい、じゃあ反対側も落としていきます。これ目元の肌が弱い方って結構いらっしゃると思うので、本当におすすめしたいです。こちら負担が少ないのにしっかり落ちる。目の下も同じようにくる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 落としていきます。はい、これで大体落ちてます。はい、こちらこの後化粧水をつけなくてもいいって言われてるぐらいなので、全く突っ張ったりはしません。次は、眉とかリップをポイントメイクを落としていきます。これ半分に割っちゃいます。含ませて、こちらも優しく、こういう感じです。摩擦が極力少ないようになるべく多めにつけています。はい、でもう片方のコットンに染み込ませて、しっかり、摩擦がないようにしっかりとつけます。でリップを落としていきます。しっかりと含ませることによって摩擦が起きにくくなるので、しっかり量を含ませていただくことをお勧めします。ポイントメイクはこちらで落ちました。次はお顔全体のファンデーションを落としていきたいと思います。こちらハートシールドのクレンジングになります。1回のこのプッシュ量がすごく少ないんですね。これボトルにこだわっていて、アレスボトルというのを使っていて、常に新鮮な状態で出るようなボトルの構造なので、どうしても1回の出る量が少ないんです。なので20回ぐらい落ちます。たっぷりつけて、これも摩擦レスのためにこんな感じでもうたっぷりつけます。このハートシールドというメーカーはドイツの製薬会社が作ったメーカーで、それでものすごく真面目な研究者の方がお肌にとにかく負担の少ない化粧品を作りたいということで、かなりこだわって作られた化粧品メーカーです。優しく優しくこ
落としたいからといってこする必要は全くないです。優しく優しくくる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 。これも乗せてるだけでももう一緒に浮いてくるぐらいにちゃんと落ちてくれますので、はい、なじませます。小鼻とかでここはしっかり溜まりやすい、ファンデーション溜まりやすいところなのでしっかりと落としていきます。これハートシールドというメーカー、一応洗い流しても OK なんですけれども、拭き取る方を推奨されているので私は拭き取りにしています。で、拭き取るティッシュにもこだわっています。こちらはフェイスタオルですね。お肌に負担の少ない厚みのあるティッシュになっています。はい、半眼ずつしっかりティッシュに移すというイメージです。で、ちょっと軽く滑らす。決して強い摩擦を与えずに軽いタッチでこう滑らす感じでも全然落ちますので、はい。で、次逆側ですね。こんな感じで、はい、落ちてます。落とす前に、2、3分置くとよりいいと書いてあります。なので余裕のあるときは2、3分置きます。ただ、急いでるときはそんなに置かなくてもたくさん量を私は使えば割と落ちると思っています。自己流で。はい。メーカーさんが推奨されていることと自己流ミックスで、はい、私は水流をやっています。はい。細かいところをちょっと取って、はい。これでクレンジングが終わりました。私は夏と冬でちょっとこの後のやり方を変えていて、これしっとりな仕上がりがお好みの方はもうこの後ぬるま湯で洗い流すだけでも大丈夫なんですが、さっぱりとした仕上がりにしたい方は洗顔料をこの後使うっていうことをメーカーが勧めているので、撮影とか割とメイクさんにしっかりとリキッドファンデーション厚めに塗っていただいた時とかにはしっかりメイクだとオイルじゃないと落ちなかったりするので、こちらの、シュウ上村のオイル、ちょっとこれトラベルサイズもできましたけれども、こちらを使って落としています。それでは洗顔をしていきます。洗顔はもう泡で出てくるフォームタイプのこちらもハートシールドの洗顔料になります。セットで使いたいという理由と、あとはフォームタイプで出てくるものが楽、そしてもうとにかくこのメーカーは刺激が少ないということでかなり信頼しているので、洗顔料もこちらのメーカーを使っています。洗顔していきます。だいたい5プッシュぐらい使います。このぐらいです。これはもう手に乗せて、お顔に乗せて、目周りも使いますので全体に力が入らないように、はい、摩擦レス、とにかく摩擦レスで力を入れないように乗せていきます。これで洗い流していきます。洗い流しのポイントなんですが、私ちょっと独特な洗い方をします。こう水栓から出ているお水を伝わせるようにこうやって洗っていきます。手を伝わせてとにかく肌をこすりたくないので、蛇口に本当に顔を近づけたりして洗っていきます。洗顔洗い流してきました。今のお肌がこの洗顔後のすっぴんのお肌です。洗い流した後も全く突っ張ってないです。ただすぐにスキンケアには移りたいと思います。これで私のクレンジング洗顔編終了です。ではここから夜のスキンケアを始めていきます。まず、私は、乳液先行型が大好きなので、こちらのアルビオンアンフィネスホワイトの乳液を使っています。こちらは、アルビオンさん的には、コットンに5、6プッシュつけて使ってくださいっていう風におっしゃってるんですけど、私は自己流で摩擦レス、摩擦をとにかくしたくないので手でつけます。でしかも5、6プッシュなんてつけたらもうドロドロになってしまうので、1プッシュ2プッシュぐらいでも大丈夫です。はい、はい、このぐらいで、これも手に広げてこう塗ってハンドプレスこうピュッてやるのではなくて、もう押さえてずらして、押さえながらずらしてつけていきます。この辺もそうですね。もうとにかくこすらない、お肌をこすらないということを大事にしています。はい、この、スキンケア全部なんですけど、私はこの後首、そしてデコルテ、そして最後に手、すべてのお顔にするケアを顔、首、デコルテ、手に行っています。この手までが顔と思っています。一つずつのスキンケアに大体私は3分ほど置いています。その間にボディケアしたりとか別のことをやりながら
また次のケアに移るんですけれども、通常、乳液先行だとその次化粧水が来ると思うんですけど、私は化粧水不要論者です。お水は入れても意味がない。人間の体って6、70% ぐらい水分でできていて、お水はたっぷりあるんですね。それが出ていっちゃうっていうことを防ぐっていうことが大事で、上から入れるっていう必要はないと思っています。そもそも入っていかない。入っていくとしたら、お風呂に使っている時にどんどん入っていっちゃうことになっちゃうので、私は化粧水はいらないって思っています。なので、次は美容液に移ります。こちら、エステイローダーのアドバンスナイトリペア。これも10年ぐらいは使っています。ちょくちょく、コスメは好きなので、他のものを試してみたりもするんですけど、結局、戻ってくる。大好きな美容液です。使用感がこうつけた後の、なんて言うんでしょう、もっちり感と、あと翌朝、発光するようなお肌になる気がして、どうしてもこの美容液に戻ってきてしまいます。じゃあ、つけていきます。まずは、顔下半分に、ぎゅっと乗せて、このぐらい。で、これをまた手のひらに広げて、こう、やっていきます。これは、割とテクスチャーがドローっとしているので、あまり摩擦にならないので、こう、スッとやっても安心感があります。で、塗り広げて。もうちょっと軽く取っておでこにつけますね。ムラなくつけたいので、顔の下半分とおでこに分けて、毎回取って塗ってます。手に残ったものはまた首につけて、デコルテにつけて、で、手につけて、はい。それで美容液が終了です。次にクリームで蓋をします。こちら、クレンジング洗顔で使っていた、先ほどのドイツのハウトシールドというメーカーです。こちらを使っている理由、一般的にあるクリームって、水分と油分、普通混ざらないじゃないですか。水分と油分ってこう分かれてしまうんですけど、それを乳化剤というものを使って混ぜているんですね。いわゆる添加物を使ってクリームっていうものを作っています。このハウトシールドのクリームっていうのは、もうすごい本当に真面目な研究者の方が、奥様が紫外線アレルギーでもうとても悩んでいて、それで敏感肌を、とても敏感なお肌にも使える、とてもいいものを作りたいっていうことでかなり研究されて、普通は丸と丸をこうくっつけるようなクリームなんです。で、こう乳化剤で混ぜてクリームを作っているんですけど、これはお肌ってこうミルフィーユ状に層になっているんですね。それと同じような、肌の構造と同じような作り方で、成分を油分、水分ってこうミルフィーユ状に作っているんですよ。それで乳化剤を使わずに混ぜている。なのでもう、いわばクリームではない。なんか違うもの、塗るお肌って思ってもらったらいいと思います。本当にそういう感じで、もうスッて入っていく。つけた瞬間肌になるみたいな感じなので、私はとっても気に入って使っています。つけていきます。まず、じゃあ顔の下半分、3プッシュ使います。お顔の下半分につけていきます。これなぜ2回に分けてつけているかというと、いらなくつけたいから。最初にこう触ったところにたくさんついてる。2番目に触ったところにそんなにつかなかったりっていう風にならないように、2番、こうやって分けてつけます。で、これもですね、ハウトシールドさん的には、もう塗るお肌、塗った瞬間お肌になっていくので、本当はこの私流のこの使い方は推奨されてないんです。なぜなら、ここでもうお肌になっちゃうから、もったいない。手のひらでお肌になってしまう。から、もったいないから、本当は低温器で、こうやって塗るっていうことを一応推奨されているんですけど、私はその摩擦が好きではないので、もう自己流でこのように塗っています。これも、もうね、10年近く使っていますけど、この塗り方でも大丈夫。こうやっておでこにもつけていきます。で、これ、目周り OK なんですよ。なので、アイクリームをつける必要もない。アイクリーム、私も絶対アイクリームを20代の頃から欠かさない派だったんですけど、このクリームに出会ってからアイクリームやめました。同じように首にも塗って、デコルテに塗って、手に塗って、はい、終了。で、これ最後に寝る前にリップケア、リップマスクですね。友達から勧めてもらって使ってみたらすごく良かったので、私もちょっと真似っこして使ってみたら、すごいいい感じです。プルンプルン、翌朝プルンプルン。そして、真冬だとどうしても唇乾燥してしまうと思うんですけど、こちら使ってたら、この冬全く乾燥しなかったんですよ。でもこのぐらい使います。たっぷり。もう、べったべたになるぐらい。枕につく覚悟ぐらいで。はい。このぐらい。つけて、寝ます。このリップを塗って寝ると、翌朝のしっとり感と、あと、色味がすごく血色が良くなっているというか、やっぱり年々、ね、唇の色って悪くなっていっちゃったりすると思うんですけど、これを使うようになって、リップ塗ってなくても血色が良くなったなっていうことと、あとボリュームがちょっと出たかなっていうふうに感じます。あとは、冬でも全く乾燥しませんでした。ここまでで私の夜のスキンケアは終了です。こだわりポイントとしては、とにかく摩擦です。
ということと、首、デコルテ、手まで顔と全く同じケアをする。そしてお肌をとにかく触らないためにアイテムを絞ってこの3品のみです。今まではコスメが大好きなので、もう本当に6、7アイテムは使っていたんですけれども、やっぱりお肌を触るなっていうこと、お肌が綺麗な方だったり、あと美容皮膚科の先生だったり、皆さんおっしゃるんですね。お肌をとにかく自分で触らない。それが一番お肌にとっていいんだと。ということで、アイテムも少なければ少ないほど、そのお肌を触る回数も少なく済みますし、そうなってどんどんスキンケアのお化粧品のレベルが上がっているんですね。なので、例えばこれは目元にも使えるよとか、だからアイクリーム必要ないんですよとか、その化粧水はいらないんじゃないかとか、そうやって自分なりに断捨離をしてきました。それで今たどり着いたのがこちらの3品になります。ぜひ参考にしてください。続いてはスーパー美肌トリオのスキンケア、はすみさんにバトンタッチします。スキンケアは時短、クレンジングから洗顔が完結するまでたった5分でこのワンアイテムでできちゃいます。これが金箔美容です。